さらば愛しきルパンよですが、このレコードでは別のタイトル。こんにちは、こっとりです。ご視聴ありがとうございます。今年2026年はルパン三世のテレビ放送から55周年。今や誰もが知る国民的アニメですが、昭和の放送当時を知る世代として、今日は私の手元に残っている当時もののグッズをいくつか紹介したいと思います。私はマニアというより、少し物持ちのいい昭和ほどほどオタク。専門的な考察はプロの方にお任せして、当時のワクワクした思い出話と一緒にのんびりお付き合いいただければ嬉しいです。中には意外と知られていない品やお話もあるかもしれません。それでは行ってみましょう。さて、ルパンのテレビ放送が始まったのは1971年。ちなみにこの年は仮面ライダーの第1作、そして帰ってきたウルトラマンが始まった年でもあります。後世に残るヒーローブランドが続々と産声を上げた時代です。ロボットアニメの金字塔マジンガー Z が始まるのもその翌年。そう考えるとルパンがいかに時代を先取りしていたかがわかります。当時私はまだ4歳か5歳。本放送の記憶はほとんどありません。ルパンをはっきり意識したのは小学校に入ってから頻繁に見た再放送がきっかけでした。当時の印象は子供心に、なんて大人な漫画なんだというもの。バイオレンスでハードボイルド、そしてちょっとエロチック。そんな未知の世界にコミカルな要素も加わって、やがて小学生の間でも人気が爆発していきました。その人気を受けて1977年に始まったのが赤ジャケットの第2シリーズです。この時私は10歳。前番組元祖天才バカボンの最終回の後、聞き慣れたルパンの声で、パパさん長い間ご苦労さんなのだという自習予告が流れた時のワクワク感は今でもはっきり覚えています。この新シリーズはその後3年間も続き、ルパン人気を不動のものにしました。またこの頃はテレビ業界で2カ国語放送やステレオ放送が始まった時代。ルパンも途中から当時のアニメとしては珍しいステレオ放送を導入しています。今では当たり前ですが、テレビにスピーカーが2つつき始めた、そんな新しい時代の幕開けでした。音の話で言えば、ルパンの魅力を語る上で欠かせないのが音楽です。第1シリーズは大人の魅力満載の山下武夫さん。第2シリーズ以降は大野裕二さんが担当。今も続くあの定番のルパンサウンドです。大野さんといえば、角川映画の大ヒット作、犬神家の一族や人間の証明などの音楽も担当されています。70年代、日本のかっこいい音の中心にはいつも大野さんの音楽がありました。そんな時代に私がまず手にした当時ものがこちら、LP レコードです。これはセカンドシリーズの総集編で1980年の発売。単なるサントラではなく、劇中の名場面のセリフも入っています。当時はまだ録画するという習慣がほぼなかった時代。家庭用ビデオが普及する前は、好きな番組を手元に残す方法はこういうグッズしかありませんでした。だからこそ声優さんの声や音楽を所有するという喜びは今よりもずっと特別で大きなものだったんです。では実際に針を落としてみましょう。オープニングは言わずと知れたルパン三世のテーマ。問われて名乗るもおこがましいが、セルの水で産湯を使い、ホテルリッツじゃ知れた顔。続いて入る歌舞伎町の名乗りは、花吹雪謎の五人衆という回のワンシーン。ルパン三世だ、俺のこった。さてその次はマグナムの。この後もルパンファミリーそれぞれの自己紹介が続いていきます。仮金の4人男に女が一人。暗に相違の顔ぶれは言わずと知れた。4人連れならこっちが主役。
でしょうけど、こちらは次元の主役回パラとピストルから次元のテーマトルネード。行かないでちょうだい。心配するな。次元。ルパンに最後通告を突きつけた。どうぞ。ワンパターンなんだね、とっつぁんも。いぶりだせ。そしてルパンと銭形の名コンビからのルパン三世79。やめー、いいか、出てくるぞ、絶対逃がすな。あばよー、とっつぁん。自分の気持ちが怖かったの。だから今までは避けてたの。でももうダメ。電気を消して。藤子ちゃんとのおなじみの場面から愛のテーマ。ルパン。わーわーわー。ぐー。例のハッスルするするお薬ちゃんね。その逆よ。逆。静かにゆったりとしてもらうの。静かにゆったり。とこんな内容になっています。歌詞カードにもいろいろな発見があります。山田康夫さんによるルパン三世と私というエッセイも載っています。自分が舞台俳優として奮闘していた時にたまたま原作と出会い大ファンになったこと、そしてその1年後思いがけずルパンの声を演じることになった、その喜びが綴られていました。文章の最後は20年以上役者をやってきたがこんなにハッピーにやれた役はない、最高、そのルパン三世のレコードができた、買ったあなたは最高と書かれています。これを読んだ当時少年だった私も、あ、僕って最高かもって思いましたね。ところでこの歌詞カードの裏側には全155話のタイトルが載っているんですが、ちょっと不思議なこともありました。最終回155話目のタイトルが実際の放送と違うんです。本来はさらば愛しきルパンよですが、このレコードでは別のタイトル、泥棒は平和を愛すと印刷されています。当時私も戸惑いましたが、おそらく初期のタイトル案ではなかったのかと思われます。実際話の内容からするとこっちの方がしっくりくるんですよね。ちなみにこちらは当時買った本、その最終話さらば愛しきルパンよをフルカラーでコミック化したものです。演出は寺木勉、実は宮崎駿さんなんですが、この頃あまりルパンに関わりたくなかったという説もあり、こんなペンネームを使われていました。内容はまさに宮崎ワールド全開。ヒロインの小山田真紀はすでにカリオストロの城でグライスを演じていた島本すみさんが担当。何度も言いますが、当時はビデオがありません。感動した放送はこういう本で記憶を保存するしかなかったんです。後のジブリ作品天空の城ラピュタに出てくるロボット兵の原型ラムダが登場することでも有名です。もちろん当時はまだスタジオジブリは存在していませんでした。1982年3月発行、双葉社のアニメコミックスでした。次に紹介するのは先ほどの LP レコードと同じ1980年末に発売のこのカセットテープです。ルパン三世オリジナルサントラスペシャル。なぜこれを買ったかといえば、当時出ていたレコードよりも私的にベスト版だったからです。カリオストロの城の主題歌、炎の宝物がフルで入り、大好きな挿入歌、スーパーヒーロールパンのテーマも入っていたり、とにかくお得な内容でした。少し細かい話をすると、ルパン三世のテーマも各年代のバージョンが入っています。ただ、一時オープニングで使われた歌唱入りのテーマは入っていません。もともとこの曲はインストゥルメンタル。歌詞は確か一般公募で後付けされたと記憶しています。なので、当時の自分としては歌入りはちょっと違うかななんて軽視していたみたいですね。今ではカラオケでも時々歌いますけどね。歌詞カードの裏には映画の情報も載っています。書かれているのは78年公開のルパン三世第1作、ルパン対クローン、摩耗編とも呼ばれています。実は当時2作目のカリオストロよりもこちらの方が興行成績は上でした。
カセットに炎の宝物が入っているにもかかわらず、歌詞カードにはこの1作目の情報だけというのも、当時の2作品の世間の評価が見て取れます。ルパンの車もベンツ SSK で、中身はフェラーリのエンジンを積んでいると書かれていたり、作品にはファーストシリーズの雰囲気が色濃く残っています。確かにこの映画、いい大人になった今見てもかなりの傑作だと思います。対して今やカリスマ的人気のルパン三世カリオストロの城は、1979年の上映当時ではなく、後のテレビ放送水曜ロードショーで人気に火がつくことになります。それはセカンドシリーズも終了した1980年の終わり以降となっていきます。さてここまでで思ったより時間を使ってしまいました。この後のグッズは次の動画に回しましょう。後編ではさっき話にも出た映画カリオストロの城にまつわるグッズを中心に紹介します。そちらもぜひご覧ください。さて今回のこっとりチャンネルいかがだったでしょうか。皆さんの思い出に重なる部分、逆に新鮮な部分などありましたでしょうか。このチャンネルはちょこっと懐かしいをテーマに、時代を感じさせる少し古いものやゆかりのある場所を紹介しています。地味なので見失わないように高評価やチャンネル登録をしていただけるとめちゃめちゃ励みになります。よろしくお願いします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。